どうも、単独歩行者です。開始早々ですが、ご覧の通り、バイクで訪れてはいけない場所に来てしまったようで、まさに地獄絵図のような状況になっています。人があまりにも多すぎて、バイクを動かすことができず困っています。この時の私はまだそれを知らないのですが、本日は下北沢に向かっています。というのも、先日の動画で読書ブームが来ていると話しましたが、年末年始の休み中に全く読書ができず、その影響で年明け後も読書のサイクルが作れていませんでした。そこでブックカフェに行ってそのサイクルを取り戻そうと考え、下北沢のくずくえというブックカフェに向かっています。先日 X にも投稿しましたが、以前からエンジンチェックランプがついたり消えたりしていたものの、ついに消えなくなってしまいました。原因は O2 センサーの故障で、近々交換が必要な状態です。そのため当では控えざるを得ず、近場でどこか行ける場所を探していたので、今回の下北沢はちょうど良い機会となりました。これまで車やバイクは国産車、ドイツ車、イギリス車、イタリア車と乗り継いできましたが、それぞれ細かい故障はありましたね。意外にも、どの国の車も致命的に壊れたことはないですが、やはり安定感という点では国産車が一番だと感じます。皆さんがこれまで経験した故障のエピソードや安心感のあるメーカーについて、ぜひコメントでワイワイ教えてください。致命的な故障はないとはいえ、国産車では走行中にパワーステベルトが吹き飛んでハンドルが急に重くなったり、イギリス車では富士山周辺でヒーターコアから激しめの水漏れがあったり、911では佐渡島で水漏れしたりと、いろいろ経験しました。ただ、長く乗っていれば何かしらトラブルはつきものですし、急に炎が上がるような事態でなければ、軽傷の範囲と言えるのかもしれませんね。機械は壊れるものなので、国産車は壊れないという神話のようなレッテルが貼られていること自体、むしろ国産車の不便な点だと個人的には思いますね。さて、そんなこんなで下北沢に到着しましたが、今回はナビにホンダパーキングを設定していました。しかし、バイク通行禁止っぽい道に案内されているじゃないですか。しかも入り口には交番があるので、少しビクビクしながら進んでいます。正直、下北沢に来るのは今回で2回目なので、土地勘が全くなく道を間違えたり、人の多さに圧倒されたりしていますが、一つだけ確実に言えるのは、大型バイクで来るところじゃねえな。警察署の前をゆっくり通り過ぎても特に何も言われなかったので、そのままずんずん進んでいますが、本当に場違い感がすごくて正直恥ずかしい。ここって本当にお昼時にバイクで乗り入れ OK なんですよね。詳しい方がいれば、ぜひ教えてください。もしかして駐車場なんてないのでは、と疑念を抱き始めた頃、ようやく到着しました。下北沢でバイクを止められるパーキングはここです。こんな感じで向かいますので、皆さんもお気をつけください。と、本日はこんな感じで雑談というよりかは、私が下北沢に翻弄されている姿をお見せしただけになってしまいました。バイクで遊びに来るのはご覧の通り大変でしたが、それでも下北沢という街、最高じゃないですか。どの街に行っても同じことを言っている気がしますが、ここに住みたいです。下北沢いいねと思った人は、ぜひいいねを押してください。下北沢はバイクにとって魔境だよと思った人も、逆にいいね言っちゃいましょう。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。